私は境界官、先ほどブラザーにプラズマガンを撃たれてようやく意識が戻った牧師である。しっかりしてください。さすがにプラズマ連射はやばいよ。メディック私はスペースマリーンの精神的指導者だ。ある時はブラザーに絶望を、ある時は最前線での行動にて、語ればキリのないほど窮地に追いやられた。この程度の負傷でひるむほどやわではない。いや、撃ったの味方ですよ。最前線に立つ人が処刑案件出しちゃダメだよ。鳥も無理せんとって。何を言うか、君たちスタートで進行で肉体を超越して突っ込むだろう。スペースマリーンだって進行でゴリ押しせねばならん時もあるのだ。いや、あんなフィジカルもメンタルも化け物なら問題ないでしょ。スーパーマンオブスーパーマンですよ。ふむ、評判としてはそうあるべきだね。評判？そもそも私、教会官とは戦場牧師的な役職だ。太古の寺の戦場牧師は、地獄の戦地にて兵士が正気を保てなくなってしまったり、逆に戦地になれ、殺戮を肯定し、道徳性を失う者を曲げさせないため、他にも死者を送ったりと、様々あるが、常人兵士であるマリーンにそんな牧師が施されてる。その意味はわかるかな？ということはやはり、マリーンも人だから、戦争でメンタル壊すとか？そうだ、悲しいことに道を曲げるブラザーも少なくはない。そんなブラザーを導くのが我ら教会官だ。それは弱音吐けませんね。戦場牧師は最前線が当たり前だよね。突撃しない味方を縛ったオスんですね。そうだ、スペースマリーンとして境地に身を置く者を教えるためには、信仰の強い教会官こそが最前線でフォージエンペラーしなければいけないのだ。何を言ってるんだこいつらは、と思う視聴者もいるだろう。私は自律人、狂った世界解説を小指にはせさんじた。現代を生きる視聴者さんからすれば、戦場牧師とは、非武装非戦闘員で、前線に決して立たず、平に人間性と道徳性を説く牧師であるが、帝国の戦場牧師は全く逆なのだ。悪魔どもよ、汚れた魂を皇帝の名のもとに浄化してくれるわ。フォージエンペラー、我らの魂は死して皇帝陛下のもとへ行く、ともあれば恐れるわけないのだ。フォージエンペラー。そんな歌声でハイブシティが活気づくと思ってるのか。フォージエンペラー。このように、帝国にとって宗教とは道徳性や人間性を保つものではない。今、戦場の狂気を駆り立たせ、皇帝陛下のために正気を捨てることこそ教義なのだ。そこへ来てこんな感じの地獄が日常のスペースマリーンの牧師ともなればどうか。まず最前線で向かうことではなく、説教を叫びながら突っ込んでいく。敵は数で来る、牙で狩る、毒で蝕む、異端の嘘で濁らせる。ならば我らは、浄化の怒りで答えよしの天使たち。祈りは済ませたな。浄化の殺戮に身を落とすぞ。ジェノサイドエンジェルスペースマリーンの最前線で狂人の元突き進む。それが暗黒銀河、帝国の誇るスペースマリーンの牧師、ジャプレインなのである。いやー、ライブ感やベースは、やっぱピーカッコプリーストの役は戦場の盛り上げ要因ですわ。最前線と言いますが、どんな時でも最前線なのですか？もちろんだ、重要なバイカースカウト部隊がいればバイクに乗って戦場の最前線を行く。やべえ、お坊さんがバイク乗っとる。神の御使いもこの世界で特攻隊長だよ。最上にロックすぎて音楽完成変わりそうです。最前線ならこいつを忘れてはいけない。ジャンプパックチャプレーンだ。おお、翼を持つチャプレーンですね。そうだ、機動力を生かしてよし、航空部隊として降り立ってよしの、敵がどこにいようが説教をしに行けるチャプレーンだ。ジェノサイダーが縦横無尽に突っ込んでくる。敵からすれば恐怖でしかありませんわ。今度のローンチにも封入されてるチャプレーンです。ジェノサイダーというなら滅殺者も忘れてはいけない。いやー、絶対に負けない境界官来たー。さすがスペースマリーン、どこにでも境界官で溢れてる。前線や危険領域には絶対に立つという確かな意志を感じる。そうだ、どんな過酷な戦場でも常にブラザーを導き続ける。我々境界官は誰よりも傷つかなければならないのだ。ちなみに彼らの武器、クロディウス・アルカナムは、聖職者がよく持つ杖のようであるが、もともとこれは、流血を宗教上の理由で禁止されてたため、この僕、7位野郎と生まれた被爆棒と言われている。対して暗黒銀河の被爆棒、クロディウス・アルカナムは殺意しかない。サンダーハンマーと同じエネルギーフィールドを発生させ、マリーンのアーマー隊も縛って倒せる威力があるのだ。もはや牧師である意味ないだろと言いたいが、この世界の信仰が殺戮の皇帝であると体現してるキャラクターならではと言える。いやー、マリーンが超人すぎて怖かったんですけど安心しました。信仰ないんじゃないかと不安になってましたもん。あー、フォージエンペラー、フォージエンペラー。いい信仰だ、その思いに応えてさらに信仰深い境界官を紹介していくぞ。フォージエンペラー。そもそもチャプレーンとは戦場で、見狂えというだけではない。と言いますと？例えばブラッドエンジェルなんかは、戦団遺伝子に呪いのような症状があってね。呪い？一言で言えばすごく強くなるが、テンションで周囲が見えなくなるようなものだ。ああ、あるあるですね。テストステロンの塊みたいなマリーンならすごいことなりそう。実際すごすぎて狂気から帰ってこれない時もある。はしゃぎすぎたんだね。はしゃぐ前に突如起こる症状なんだ。そのくせこうなると二度と戻らない。二度と戻らないって。そしてブラッドエンジェルのチャプレーンは、彼らを送るのが仕事だ。送る？導くと言っただろう。本当にどうしようもない状態になった兵はね、仲間を認識できず殺しにかかる強戦士となってしまうんだ。戦が始まる前に発症するから、こうなった戦士は最も敵が多いとこへ移される。その戦いたるや凄まじく、敵をほふり尽くし生存するが、意識はなく、味方まで敵と認識して暴れる強戦士を戦団に置くなんてできない。こうなってしまった兵は、ブラッドエンジェルのチャプレーンが送るのが役割だ。
ブラッドエンジェルのチャプレーンとて例外ではなく、この呪いにも似た症状が現れたが、あるチャプレーンはこの呪いを抱き続けながら、今なお戦ってるらしい。戻ることはないんですよね。気合でなんとかなるんですか？ルール違反では？君たちの言う通りルール違反でもしない限りこの症状から戻るものは現れない。だが、このチャプレーンだけは違った。狂乱の戦場から引き上げられた彼は、味方への殺意を止められないものの、意識を保っていた。普通だと意識どころか。ああ、だからこそ処断されるわけだが、彼は自ら言葉をブラザーに向けて放ったんだ。多くのサングイナリープリーストが彼を検査したところ、報告は皆同じ。狂気に飲まれているが意識は保っている、だった。結果として、彼は狂人を導くチャプレーンという、彼にしかできない場所で戦い、ブラックレイジに飲まれた者らを率いる、唯一例外の存在とし君臨するチャプレーンだ。こんな世界の呪われたチャプレーン、まさしくその果てのような人物だね。少し驚かせたかな？ならブラックテンプラーのチャプレーンの話をしてあげよう。背部の神殿にて籠城戦をしていたが、彼が率いる戦団は窮地に立たされていた。大量のウルクが攻め込み、もはや絶対絶命のふりを強いられ、背部臣民どころか、帝国防衛軍さえも逃げ出す中で、彼は一切引かなかった。ついにはウルクの集団が神殿へなだれ込み、怒涛の白兵戦が繰り広げる中で、後に彼の言葉は帝国全土に響き渡る。墓穴はこの場に用意した。私が勝つかお前らが死ぬかだ。戦いは神殿が崩れるまで過激化し、生き残りは誰もいないかと思われた。だが、彼は瓦礫の中から立ち上がった、神殿の最後の遺物を抱えたまま。彼の傷を治療した者は言ったそうだ。生きていること自体が奇跡な状態、ましてや瓦礫から這い出す力があったことなど考えられない、と。彼の所属するブラックテンプラーは最も信心深い戦団だ。その戦団のチャプレーンともなれば誰よりも信仰が決まりであり、それゆえ、君たちバトルシスターのような奇跡を起こしたかもしれないね。超人兵士が奇跡を起こすのはずるくない？確かにね。ともあれ、マリーンにも精神的な指導者が必要な理由。そして最前線にてメンタルの強さを保持し続けることの力強さが分かっただろう。はい、とてもよく。もっと聞きたいくらいです。すごいのいっぱいいそう。もっと話してあげたいが、話せないのも多いからね。結構秘密多いですね帝国。そんなのもあるが、単純にネガティブな境界感もいるんだ。ネガティブ？おしゃべりしてたら全員黙らせたチャプレーンや、やたらゼノへの執着が強いチャプレーンやら。それ話したらまた撃たれそうですね。いやこの程度なら問題ない。その人の話を聞いただけで帝国に疑いを持ったり、下手すれば信仰を疑うような人もいるんだ。絶対に帝国民には話せないような。ね。気になるけど気にしないようにします。そうするべきだ。君たちにとっても、私にとっても、あるいは帝国のためにもね。だがチャプレーンという役職がよくわかっただろう。マリーンの最前線を行く戦場牧師は、誰よりもメンタルがヤバいのがよくわかりました。メンタルを化けすぎて常識を覆すことも、うちらもそれくらい目指してフォージエンペラーします。そうしてくれたまえ。お疲れ。お疲れ。最後は、帝国協議を進めてまとめたんだな。ブラザーみんなおしゃべりだったからね。あんな具体的な話が多すぎたら、彼女たちの信仰を損ないかねない。まったくだ、我らは信仰に疑いがあろうがなかろうが、勝利すべき存在だ。そのため、ブラザーたちには目に見える結果を優先し、説明するようしていたが、ちゃんと相手選びなよ。バトルシスターに教えてるんだよ。皇帝陛下万歳の神秘を忘れて話すと、我らが異端扱いされる。勉強になった。普通の帝国民なら信仰に疑いをかけられそこで気づくものなんだが、あそこまで素直に話を聞いて反応されると、普段意識したことも抜けるのだな。真の聞き上手は相手をおしゃべりにさせることだ。ある意味彼女たちみたいなのが尋問向きかもね。こういうことがあるからだ。時間があれば外部とのコミュニケーションも意識しないとね。目に見えない危険対処だけはあんたにかなわないよ。他の戦団がそこに弱いだけさ。人間性を欠くことに慣れすぎて信仰に頼る。それでバトルシスター並みの奇跡でも起こせや話は別だが、現実は帝国が示す通りだ。チャプレーンの言うこととは思えんな。信仰の行き着く先は混沌。皇帝陛下のこの言葉が常に私にあるからね。また悪魔に何か言われたのか？おいおい、さすがに何事もなく急に現れるわけないだろう。だといいんだが。だがまあ、なんとなくそんな気がしないでもなかったかな。我々のような信仰の比較的薄い戦団と、そんな戦団と仲良く話す修道会。
この世界ではかなり稀な非日常、そこで帝国を疑う話でもすれば、確かに、世教の集会のようだ。だろ？かなり異端者が好きなシチュエーションだ。とはいえ、過度な信仰はいつどこで混沌を呼び寄せてもおかしくはない。この考えだけは、私だけでなく、アスタルテス全員が持つべきと思うけどね。